X でチラ見したんですが、賠償金支払いの旅されるんですか？はい。これまで知らない領域、いろんな角度から回答されていたので、どういう心境の変化なのかというのが本当はどうなんでしょうか？解決後のそこを責める法務さんと対決の若い各国政治人か何か、その先の目的があるのと楽しみです。前回のリハックでの配信でも言ったんですけど、もともと別にどうでもいいと思ってたんですけど、高橋さんがそういうの企画やりたいって言うから、いいんじゃないですかっていうので、あの当時の判決文を持ってる人たちと、どういう思惑なのかっていう話がしてみたい、聞いてみたいっていうのもあるんですよね。そういう意味でいくと、情報量を増やしたいっていうところと、高橋さんが言ったからうすうすって言ってやってる、その2つぐらいなんじゃないかなと思います。別に解決後にそこを責めるでいくと、解決はしないと思うんですよ。人の心の問題なので、リハックでも言ったんですけど、法を守って賠償金を払うべきであるという人って、逆に言うと、法を守って時効なので払わなくてよいと日本の法律が書いてあるになるので、法を守ってと言ってる時点で、賠償金を払う必要がないが正解なんですよ。なので、僕を責めるのであれば、法を守ってではなく、ひろゆきがムカつくから賠償金を払えばわかるんですよ。ムカつくから合理的である。ただ、法に従ってと言った瞬間、法に従って払う義務がないが正解なので、法に従ってとか、裁判官のその決定に従ってとかっていう、法律的な権威を持ち出して説明する人というのは、実は法が分かってない人なんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけど。はい。ヤック高橋さんの賠償金差額、よく話まとまりましたね。別に何もまとまってないですよ。去年ぐらいから、なんかそういう企画やりたいって言われてたんですよ、高橋さんに。それで、アベマでやりたいって話だったんですよ。で、いやいや、無理じゃないですかっていうので、ひろゆきさん的にありですかって、別に全然ありでいいですよっていう話で、で、それがなぜか通ってしまって、で、アベマでやるっていう話で動いてたんだけど、スケジュールの調整とか企画のサイズの問題とかがあって、やっぱりなんかリハックにしますみたいなことになったんですけど、別にまとまるも何も前から別に OK 皆さんご存知ないかもしれないですけど、僕ツイッターで賠償金持ってる方連絡してくださいって一回書いてるんですよね。でね、全然ね、返答来ないんですよ。なので、払ってほしい人って実はあんまりいないんじゃないかなっていうのがあって、で、僕の予想だと多分3、4人ぐらいが来るかなっていうぐらいなので、別に大した額じゃないんですよね。ひろゆきが払うべき判決の金額はいくらだと思いますか？はい、どうぞ。これ一応僕が払います。はい。判決分何万円払えみたいな判決の総額はいくらだと思いますか？総額ね。一件じゃないよ。全部合わせて。今まで僕がいろんな裁判所で訴えられて、そこの判決の出た金額がいくらぐらいなのか。割とね、皆さんね、間違った数字を言うんですよ。僕の予想はね、この2000万から3000万なんですよね。番組見た時に話を持ったんですよ、僕面白いから。なので、判決文というのは2000万から3000万が多分ありますと。基本的にはね、1件がだいたい100万円とかで、高くて3、400万円、3、400に行くことはあんまないかな。だいたい100万円台とか200万円とかで、それがじゃあ何件やるかっていうと、多分ね、10件、20件、30件とか、多分そういう感じじゃないかなと思うんですよね。それが一切払わない状態でほっとくと間接強制というのが発生して、で、それが1日5万円という間接強制というのがあるんですけど、で、それが仮に10年間払ってないと、1日5万円が1年間で355円で1500万。で、それが10年だから1億。で、それが30件ぐらいだったら30億円だよねっていう、面白がって持った金額があるんですよ。で、その30億っていう持った金額が、なぜかこう世の中に出回っていて、結構みんなそれを言ってて、たまにね、弁護士の人も言うんですよ。弁護士の人って、こういう判決だったら大体その損害賠償いくらだよねって相場を知っていて、なので、30億の判決なんか出るわけないよねっていうのは知ってるはずなんですけど、なぜかひろゆきに関しては30億だっていうふうに言ってる人とかいて、なので、別にそんな大した額じゃないよね。2チャンネルの話がたまに出てくるんですけど、そもそもの2チャンネルでじゃあ賠償金が4億だったり何十億だったりっていう話があるんですけど、そもそものもうあれ僕悪いと全く思ってないんですよね。法が間違ってたよねっていう派閥なんですよ。日本って今の場合、プロバイダー有限責任法案っていうのがあって、Yahoo でもミクシーでも Twitter でも Facebook でもいいんですけど、何らかしらの名誉毀損的な行為が起きました。で、その時は、サイトの管理者が知らなかったら一切責任はありませんっていうプロバイダー有限責任法案っていうのがあるんですよ。で、
僕が2チャンネルやった当時、その法案がなかったんですよ。例えばじゃあ誰かがヒゲ親父はクソである、死ねとかって書いたとして、で、僕は一切知りませんでした。そこでヒゲ親父はクソである、死ねって書いてありますよって裁判を起こされると、僕100% 負けてたんですよ。っていうのがもともとプロバイダー責任法案のない時代で、アメリカとかってそういう法案があったので、何の問題もなかったんですけど、日本はなかったんですよ。で、さすがにこれまずいよねっていうので、法律が変わって、管理者側が知らない場合は問題ないですよと。で、知ってから対応すれば、別に管理者の責任は取りませんよっていう法律ができたんですよ。なので、それ以降に関してはほぼ別に裁判起きてないんですけど、ただ、それ以前に裁判っていうのがありましたと。で、僕、それに関しては、何か悪いっていうのもなくて、法律が間違ってるよねっていう派閥なんですよ。で、ただ、裁判の判決が出る、法律が間違ってたとしても、裁判っていうのは、その時にある法律で判断しなければいけないので、なので判決は出ますと。で、判決でじゃあお金払ってくださいっていうのが出るんですけど、ただお金払ってくださいという判決が出るのと、お金を払わなければいけないという法律もないんですよ。もともとプロバイダー有限責任法案がないっていう状況で、そもそも僕にその責任があるのがおかしいよねって思うように、判決が出た場合にお金を払わなければいけないという法律もないので、僕もそれどうかと思うんですけど、少なくとも、どんな変な法律だとしても法律に従うべきであるというのであれば、僕が負けたというのは正しい。ということは、どんな変な法律でもそれに従うべきであるというのであれば、僕が払わないというのも法律上ありなんですよ。なので、モラルで考えると、そもそもの法律が悪いよね。だから僕別にそれが良い悪いっていうモラルでは悪いとは感じてません。で、ただ、法に従うべきである。法律が全てである。であると、法律が全てだから、じゃあ僕は払わないという法のもとに認められた行為をするよねっていうだけの話なので、いまいち悪いという感覚とか、法を守ってないっていう感覚がないんですよね。法を守ると払わなくていいし、モラル的に言うと別に悪くないよねっていう、そういう感覚なんですよね。理解してもらえるとは思わないですけど、はい。財産隠しについての規定は触れない方がいいですか？別に隠してないんですよね。そもそもの金払えって言ってきた人がね、3人ぐらいしかいないんじゃないですかな、多分。2チャンネルの時の裁判って、これを消してほしいっていうので、日本の場合って、2チャンネルに書かれたこれを消してくださいっていう場合って、損害賠償の金額をつけないと裁判ができないんですよ。損害賠償は0円でいいんですけど、削除してほしいですっていう裁判がそもそも日本できないんですよ。こういう損害、10万円とか40万円とか、損害を受けてるから削除をしてください。だから削除と40万円返してくださいっていうので、要はお金を請求しないとそもそも裁判ができないんですよ。なので、裁判をします。で、こういう被害を受けました。じゃあ100万円です。で、その裁判の結果、じゃあこれは削除した方がいいですよっていうのを裁判所が言って、じゃあそれに対しての被害はこれだからこの金額払ってくださいっていう判決が出ますっていう話なんですよね。なので、実際問題じゃあ判決が出た場合に、削除してくださいって言われたから、判決が出たら僕が気づいた場合は削除してるんですけど、で、削除しましたよって言うと終わりっていうので、じゃあその分お金払ってくださいって言ってくる人が多分3人ぐらいしかいないんですよ。プロバイダー有限責任法案ができたのは、2005年とか6年ぐらいかな。2チャンネルの裁判っていうのがだいたい2000年から2005、6年ぐらいまであって、時効が10年なので、だいたい2015年ぐらいまでにほぼ全部時効になってるんですよ。で、ひろゆき日本に住めないんじゃねえかみたいな話があるんですけど、僕、2001年から2015年ぐらいまで日本にいたので、基本的には判決が出てる間もずっと僕日本にいたんですよね。で、全部時効になりましたっていう状態でフランス行ったっていうのがあるので、なので、特に何の問題もないというのがオチなんですけど、ただ、結局なんだろうな、法律をわからない人と、なんかひろゆきが悪いことをしてるんじゃないかというふうに思いたい人というのが、多分勝手な法解釈をしてるんですよね。時効というものが、その人たちの脳内では20年ぐらい続くみたいな、なんか謎のルールになっていて、そうなんだ、へえ、みたいな。っていうのがあるので、いまいちなんか真っ当な話をしてる人はあんまりいないんじゃないかなと思います。日本に資産があると差し押されるんでしょう。時効になってるので、そもそも差し押される人がいないと思うんですよね。なので逆に僕知りたいんですよね。僕が知らないところで、基本的には何にもしないと10年間で時効になるんですけど、10年間の間に時効にならないように再請求をかけるとか、もう一回裁判をするとかっていう制度があるんですよ。で、それを僕が知らない間にやってる人がいる可能性もゼロではないので、なのでもしそれがいるんだったら教えてほしいんですけど、聞いたことないですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。